江戸時代から外国貿易の町として栄えた長崎県長崎市。明治時代より前にオランダから技術や機械が入ってきたから、日本の造船技術を牽引する都市になったんだよな。異国情緒漂う町の中心に位置する JR 長崎駅は2020年3月に新しい高架駅へと生まれ変わった。使わなくなった地上駅は通路として通ることができる。撤去されるまでの期間限定の措置だろうな。1999年に初めて訪れた時の思い出がよみがえってくる。レッドエクスプレスのかもめ号や洗車される寝台特急桜の客車。奥の方には昔の急行カラーのキハ58の姿も。昔の車両基地には大抵レアな車両が保管されていたような気がする。新しい白色がまばゆい長崎駅の高架ホームに上がってくる。隣には西九州新幹線の駅を作っている途中。新幹線が開通すると在来線の特急や普通電車は来なくなり、電化設備も撤去されるそうだから、それらもしっかりと見ておきたいな。今日は普通竹松行きに乗って大村まで旅してみる。国鉄時代に製造された古いディーゼルカーと真新しい駅との組み合わせ。なかなかいいギャップだな。昭和49年登場のキハ6667は当時としては異例ずくめのディーゼルカー。まずは何といっても座席の向きを変えられる転換クロスシートが採用されていること。当時は急行用の車両であっても部外合わせで固定されたボックスシートが当たり前だった時代。それまでの慣習を破り、普通列車の運用を想定した車両にもかかわらず、豪華な転換クロスシートが採用された。登場後は筑豊地方で使われ、実際に急行でも使われたらしい。外装ではキハ5828の運転席を高い位置に変更。このデザインは後に登場し、未だに多くが現役のキハ40系列へ引き継がれている。そんな国鉄の革命児も2021年6月限りでの引退を控えている。新しいピカピカの長崎駅と国鉄ディーゼルカーとの組み合わせも約1年間の期間限定ってわけだな。大きなディーゼルエンジンの音を響かせて長崎駅を出発。昔は12気筒の爆音エンジンを積んでいたそうだが、オーバーヒートなどの故障が多く、1993年に6気筒のエンジンに交換されている。それでもエンジンの音は大きいな。原爆病院。長崎に来て考えるのはやっぱり平和、この2文字だよな。昭和20年8月10日11時2分、ちょうど右側に見える平和公園手前の上空503メートルでプルトニウム原子爆弾ファットマンが炸裂。直下の温度は3000から4000度 C にまで上がり、秒速440メートルの爆風が吹いたそう。半径 2km の木造住宅は跡形もないか、もしくは倒壊。40km 先で風圧を感じた人がいたとか。爆心地から600メートルの大橋電停。当時ここにあった営業所で勤務されていた4、50名余りの方々が犠牲になったそう。
地獄の様相を呈する中、長与駅まで来ていた C51 牽引の下り列車がここまでやってきて、長崎本線沿線の諫早、大村、川棚、廃棄方面の病院などへ負傷者を搬送したのだそう。半径 1km 以内は即死、木造の民家は原型がなくなるほどの爆風だったけど、レールだけは無事だったんだな。長崎本線の新線とここで一旦お別れ。昭和47年、浦上危機津間を短絡する新線を日本鉄道建設公団が建設。昭和51年電化。今乗っているディーゼルカーは明治31年に九州鉄道が完成させた古い方の長崎本線を走ってゆく昔ながらの非電化路線。あの日、爆風に耐えた大正15年の木造駅舎を持つ道の尾駅。駅前には臨時救護所が設置され、救援列車の起点としても使われたそう。むしろを敷いただけの2つの小屋に200人もの負傷者が収容され、救援列車を待つ人々でホームも駅前広場もいっぱいだったとか。今こうして当たり前のように平和に旅行ができているが、当たり前ではない時代があったこと忘れちゃいけないんだよな。桜並木の横を抜ける長崎本線急線。春には車窓一面が淡いピンク色に染まるんだろうな。背後には大きなマンション群。長崎のベッドタウンかな。まもなく長与駅に到着。この時間帯はだいたい1時間に1本列車があるけど、3分の1程度が長与止まり。ちょうど折り返しらしきシーサイドライナーカラーのキハ6667が入れ違いで出発していく。長崎本線旧線は長与経由、新線は一布経由と呼ばれているあたりに、長与駅がこの辺りの主要な位置づけだとわかる。明治30年、まだ長与廃棄間が未開通だった時代、長与港から廃棄まで大村湾連絡船で結ばれていたそう。長与を出ると急に田んぼの景色が広がるけど、実は長崎本線の周りだけ。向こう側の丘の上には巨大な住宅地が広がり、多くの人々が暮らしている。松の頭と書いて松の戸峠の上り坂25パーミルに差し掛かると、かつてのスイッチバック駅本川地駅の折り返し線を水平に敷くための築堤が見えてきた。 SL 列車は坂道発進が困難だったから、水平に敷かれた折り返し線のホームにバックで入って停車していたんだけど、ディーゼルカーキハ6667にとっては問題のない坂道のようで、勾配の途中にホームが新設されている。新しいホーム部分の線路は20パーミルから10パーミルへ改良し、
逆に長崎方面からの上り坂が20パーミルから25パーミルへ悪化したそう。引き上げ線の線路も一部残っているな。2002年スイッチバック解消。長崎線に乗って博多方面からやってくると、最後にくぐるのがこの松本峠隧道、またの名を17号隧道。九州鉄道最長のトンネルでもある。旅のフィナーレを演出するかのように、長崎駅側の口口には凝った装飾が付けられている。明治31年11月最後に開通した区間でもあるから、他のトンネルより思い入れがあったんだろうな。明治時代の技術者の遊び心が垣間見られ面白い。ちなみに1号から4号ははっきりとは分かっていないらしい。13号は欠番かな。この辺りは確かイキリキみかんの産地だったかな。迫力のある段々畑が山の斜面に形成されている。1年を通して温暖な気候、大村湾からの潮風により昼夜の寒暖差が小さいこと、日当たりの良さ、これは大村湾水面による太陽光の反射も関係するらしい。急斜面による水はけの良さ、それらがみかんの栽培に適しているそう。そして大村湾の穏やかで美しい海の景色が見えてきた。全く飽きが来ない車窓かといって目まぐるしくもないちょうどいい車窓の移ろい、心地いいな。元長崎本線である現在の大村線はこの先廃棄まで大村湾の縁に沿うように敷かれている。今日は大村までだけど、以前に佐世保から長崎までシーサイドライナーに乗ったことがある。まだ長崎駅は地上にあったんだよな。ずっと大村湾が綺麗で、船に乗っているかのような海面スレスレを走る区間もあったな。東その手前の大カーブ。早朝、夕方、曇り、雨、どんな時でも美しい海際の景色を見せてくれる。列車の写真をきれいに写すことができる場所があり、最近初めて寄ってみたけど、海と斜面に立つ家屋、そこを走る明治時代からの鉄道路線、なんだか懐かしい風景だったな。
かれた新線が合流してくると期日に到着。明治31年開業時からの駅舎をリフォームして使い続けているらしい。ここで駅舎を撮影するために一旦下車する。こじんまりしていて一見新しそうに見えるけど、途中下車する価値のある駅舎だな。西九州新幹線の建設が進む諫早駅に到着。長崎から一布経由の新線なら36分で着くけれど、長与経由の旧線だと47分かかった。だけど時間をかけてでも見る価値のある美しい景色に大満足だな。まだ架線が張られていない新幹線の真新しい真っ白な高架橋。新幹線なら長崎諫早間は9分で結ばれるそう。旧線開業から74年後の新線、さらに50年後の新幹線と鉄道の敷設技術の進化が見られるから面白い。大村駅の手前で旧大村藩の武家屋敷の通りを4本横切る。慶長4年1599年に領主大村義明が築いた串間城を取り囲むようにして栄えていた武家屋敷街には石垣や塀などが雰囲気そのまま残されている。大村駅で降りて見に行ってみようかな。大村駅舎は第一次世界大戦終わりの年、大正7年竣工の2代目駅舎が使われ続けている。大正時代だと九州鉄道ではなく関節鉄道時代の駅舎かな。武家屋敷の面影がよく残る5つの路地のうちの1つ、宇和光寺。色味がかった岩を漆喰で固めた五色塀。坂道に合わせて高く積まれた石垣。通りの突き当たりには針尾家家老屋敷跡。特別な風景を夏の高い日差しが照らす。高い塀の上から覗く飛び出し坊や。時代を超えて冒険しているようで楽しい。宇和光寺の端まで来ると、幕末の標準的な武家屋敷の特徴を持つ旧楠本正隆屋敷があり、内部も見学できる。勤王37子として大村藩を討幕に導いた楠本正隆は、明治新政府で行政官として長崎府判事、新潟県令、東京府知事、衆議院議長などを歴任したそう。歴史上の重要な人物の成果、かつ建物自体が貴重な資料。2つの意味でも貴重な文化財だな。
長与で用を済ませ、夕方の佐世保行きで諫早駅へ。この時間帯はキハ6667 2両編成を2つつなげた4両編成。アルプスの牧場のオルゴールチャイム。これを聞くだけで40年くらい時代が戻る気がするから不思議だよな。 JR 九州社員さんのキハ6667に対する愛情が伝わる説明書きが広告枠に掲示されている。説明書きにあるように国鉄カラーに復刻された編成は2本のみ。それらを全てつないだ4両編成は珍しく、一度だけ出会ったことがある。乗車してみたかったけど、まあ出会えただけでもラッキーだったかな。